皆さんこんにちは、アイロンです。うっす、鉄子だに。今回はファイアーエムブレム覚醒スマブラ縛りをやっていきますよ。今回は17章で本編をやってくだな。16章じゃ、この字の侵入進行におけるミコを救出したってこんだったな。ミコはまさかのチキでしたね。そうして2匹の味方を手にしたので今後は解放軍が攻めやすいところに行くという流れでした。だもんで黒村はこんな要塞にいるだいな。話の流れだとバジーリオラフェリアの衆が外の敵を相手して、黒村が内部に攻め込むようだな。まさに内憂外患ですね。まさにつか、ある意味つか。でこっちは城の内部だに。舐められたもんだと文句言ってるのが今回のボスだけが、装飾が激しくていいセンスしてるだな。作戦会議の時間がやってきましたね。今回のマップはこれだでね。自分が3部隊に分かれてスタートします。が、これはあまりに悪手です。この分では回復薬が2人しかいないので回復できない部隊が出てくるためです。でもって今回は敵にバルキュリアも多いもんで魔法回避も重要になるだな。だもんで魔法家の人材不足の面でもこの分散は悪手だに。ということですので、右部隊は中央に合流し、中央も少しずつ左に進んで敵の流れを一本化します。こうすると、右、中央は壁役を1人にまとめられそうだな。回避立役の念のために置いてもいいでしょうね。ただ、左側はそうなると逃げ場なくなるだな。ルフレとカルティナとか、我々軍の強いやつに任せるしかねえだな。そうして最初をやり過ごしたら、次は全軍で中央の部屋に行きます。赤い丸の箇所には増援もありますが、基本的にこの部屋で全ての敵を迎撃するつもりです。ただ今回の敵将はリサート持ってて、中央部屋くらいからちょうど回復範囲になるが、だもんで半端な攻撃だと回復されちまうに、時短でなるべく多く倒しきろうな。迫る一般兵を倒いたらとはボスまで一直線だに。まあ、今回の一般兵はちょっと特別ですけどね。一般兵に特別も何もあるんけ。ま、だいたいこんなもんだと思うもんで実際の攻略風景に移るかね。それでは最初の1ターン目が始まりました。左側の対処をするのはやはりフレとヒナが基本になります。彼女らの回復はアンナさんに任せるという形です。ちなみにだけが今フレは武器を外しただな。だもんで撃破役と経験値はルキナに回されるに。自分で言っててあれだが、ルキナの負担がでけえな。その分だけ経験値を独占できるのでよしとさせてください。で、右側だけが、あれ、なんか中央に合流っつよりも、みんな右寄りに行こうとしてねえか。作戦とちょっと違った思うだけど。確かに違いますね。どうしたんでしょうね。どういう魂胆なのかは敵ターンで解説します。というわけで敵ターンです。とりあえず左側の方は作戦通りに対処してるだよな。そうです。じゃあ、中央と右の作戦じゃ左に下ったってのに右寄りになってるのは、どういうことだ。ある種の危機回避のためですね。というのも、今バルキュリアが動きましたね。そして中央にもバルキュリアがいるんですが、このバルキュリアを今ここで倒すため2作戦とは違った動きになったのです。別に今んとこそんなカッコつけて話す必要あったて。ま、バルキュリアが脅威だもんでさっさと倒したかったって今だよな。そうですね。その上でロンクがちょうどユンデバルキュリアを倒せることが敗北を重ねて分かったので、作戦とは違った行動をとったのです。というよりも実は冒頭の作戦会議はあくまで行動の目安を説明しているに過ぎません。あ、そうだったんて。なので実際の現場に合わせて臨機応変かつ柔軟に行動を変化させていくのが攻略の鍵と言えますね。ま、そうじゃなきゃ攻略映像の意味ないしな。レベルアップ。マジけ。ティアモの両成長は久々に見ましたね。幸先が良くて嬉しいです。そしたらちまちま削ってたこの勇者はクロムでダメだな。しかし削る際にリズを敵の攻撃範囲に入れてしまいましたね。直接攻撃はロンクがこれになるのでリズには及びませんが、トマホック持ったバトモンがリズに来るだな。バトモン、バトルモンクのことですか。そうだに、バトルモンスターの略じゃないでね。あまり一般的な省略ではないように思いますが、バトシスなら聞いたことあるもんでバトモンもいいだ。いいらってレベルアップ。アンナさんは回復役としての役目が多いので、マルクの成長は良かっただな。とはいえ本命としては速さが守備も上がってほしかったです。リズと同じで攻撃があった際のリスクがだんだんと増えてるもんな。お前追撃出るって。
ああ、大丈夫でした。リヒトが何とかしてくれました。リヒトのデュアルガードが 10% しかなくて、敵の命中も 60% とまあまああったので運が良かったですね。これからは追撃の有無のステータス確認はしっかりしなあな。レベルアップ。いやー、またここが上がるのか。 HP、技、速さというのが多いですよね。しかしこれは違うところも伸びてもいいんですよ。おっと、バトモンは6回狙うだけ。ルキナに行かないんですね。敵を減らすためにもルキナを狙ってほしかったのですが、あれが外れました。ほんと、ドンクはこのシリーズでよくやってくれてるだな。以前も活躍してましたが、久しぶりになってからさらに動きがかかった気がします。あ、左のスナイパーはアンナさんに使いましたね。なるほど、アンナを狙うためにバトモンは攻撃しなかったのか。エルキナのバルキュリアの攻撃も食らっちまって。結構ピンチですよね、今。リズとアンナさんの回復薬が手負いで、それでテロンクとルキナもまずい状況なので全体的にまずい状況です。とりあえず左側から一個ずつやって、まずアンナのリライブでルキナを回復させるに、そいでシノゴの言ってられもんでここでルクレを起動するだ。ルクレならスナイパーも一人で倒せますね。回復したルキナが目の前のバルキュリアを倒いたら完璧。これで左側には関節武器がいないのでアンナを狙う者がいなくなりました。ついでにサーレでバトモンを攻撃するが、倒しちまや万々歳だけども、ここは削るだけでも十分だな。次は右側の方面ですね。長考した結果、ここで作戦発動。薬で回復しつつ左に全員動かします。ロン君がリズの回復も合わせて徹底的に回復させたら、クロムをロン君の前に置いて終了です。コースットとマホークとスナイパーがリズには受けっぱなしで、クロムに池が回るだね。元よりクロムは物理には強いので、この場は受け役をしっかりこなせるでしょう。おっ、月光だ。これはナイスですね。体力の多い勇者をいい感じに削れます。さて、左側は敵側と、もう一人だけでほぼ片付いてきました。問題は右側って今度やな。勇者はクロムの月光のおかげで一撃圏内になっています。なので勇者はどうにかなるとして、その他の関節武器持ちは絶対に倒すべきです。さっきリズを窮地に追いやったトマホークバトモンとスナイパーがこのターンのターゲットだに。まずはリズを回復させておきます。リズも攻撃に参加させるつもりのためです。そいでクロムでスナイパーを削るだ。あ、また月光だ。何度も出てやっぱ嬉しいや。それに今の月光もかなり有効ですよ。削るという面において月光はかなり実用的です。そしてレベルアップ。またもやですね。またもやだな。それよりも今はターゲットの関節武器持ちを倒したことを喜びましょう。そうだよな。恋で敵の木工もな。あのさ、リズってさっきバトモンから追撃食らったよな。あ、そうでしたね。で、今リズはバトモンの攻撃範囲にいるだよな。あれ、おかしいですね。攻撃範囲は確認したんですけども。ってことは我々は今、ピンチなのは変わらないですね。笑ってる場合じゃない。今となっちゃどうにもできんだよ、このミスは。結果的に同じようなミスをしてしまったということですね。まあ、なるようになる。先ほどもそうでした。人事を大して尽くしてもないですが、天命を待ちます。レベルアップ。両成長ですよ。嬉しいですね。ま、嬉しいけども、今この真っ只中で来るのけ。九段の戦いが始まるだ。怖くなんかないよ。またリズともうまくやってくれただ。しかもリズは必殺で反撃ですよ。やはりなるようになるものなんですね。それと左側は壁越しのロングボウを使っています。5位で次のターンでロングボウを攻めれるな。なので早速ルクレの3段ソードのお時期にしてあげましょう。地味にとどめさしたのはデュアルアタックのサーレだったな。なんだかんだで序盤の敵の攻めは乗り切ったので、次は中央の部屋に向けて進撃していきます。危険な綱渡りみたいな攻略になっちまっただ。心臓に悪いようなことには申したくねえな。サーレは先ほど同様に壁越しの関節攻撃待ちを誘ってもらいます。現状でリザイア使えるのはサーレだけになっちまったもんで、こういう地雷戦法はサーレに移動しちゃうよ。水さん、サーレはこの軍の中で熱中不安という弱点がありましたね。この軍基本的に命中 100% だもんで、ついついサーレの件は忘れがちだよ。
リサイアだと大体 85% くらいの命中です。地雷をするなら外すリスクも考慮しないといけないです。速さはまああるので追撃はしてくれるのがありがたいですけどね。さて、では引き続き中央の部屋に向かっていきましょう。ただ中央にはまたロングボウスナイパーがいるもんで、今度はロンプーでこのスナイパーを呼び寄せるだよ。ただでさえ間接攻撃って欲張らんといかんのに、やっぱロングボウとなると対策が面倒になるだな。それとさっきサイリが上演の注意喚起をしてたに。これはリターン後の上演のことですね。今言われても初見時だとどこが出るかわからないので警戒のしようがないと思うのですが、覚醒は増援速行動ってやつだもんな。まあこれも色々言われてるみてえだが、初見殺しになりがちですが伏兵というギミックとしてはいいと私は思っていますよ。FE はグロワイシミュレーションを歌ってますし、戦争を題材としている以上不条理で理不尽な面があっていいはずなので、増援速行動がある意味で戦争の不条理になるだな。だもんでそういう不条理に対して批判も起こりやすいってことかいね。まあ単純にユーザーに優しくないということだと思いますが、増援の問題も最近の FE はやり直しできるようになっているのでかなり優しくなったかと思います。で我々話してる間に展開が進んでたな。狙い通りロングボスナイパーがロン君を狙いまして、連動して付近の敵も動き出しました。ロングボウまで倒したいだけどちょうど敵の壁になっちまっただ。もどかしい。スナイパーはルフレの3段コードで倒せるのは実証済みなので、手前のものは触れで倒します。てめえはこれでおしまいだ。てめえは手前という言葉が由来なのは有名ですが、手前という言葉が一人称であったことはあまり触れられないですよね。なぜ一人称が二人称へと変化したのか不思議ですよね。そうだいね。解説ご苦労さん。そして次はバトルモンクの方ですね。体力が多く魔法も高いので人間に倒すのに苦労しますが、想定外の必殺で逃げて倒いたに。これ体力の方を見ると必殺が出てちょうど倒せる威力なんですよね。さすがです。念願のロングボウの方には攻撃が届いただけど倒しきることはできんかったな。そうなると通路が狭いので間接武器で倒すしかないですね。デモティアもジャイチ足りんぜ。どうすった？ここはそうですね。そうだ、我らがアンナさんに頼りましょう。アンナは装備が剣だけどどうやって？予備のサンダーソードが輸送隊にあったのでクロムが引き出し、それをアンナさんに渡すことでアンナさんは未行動のうちに武器の交換ができました。クロムが代わりに受け取ったのはライブの杖なので間違ってカルシオン以外で攻撃することはありません。なるほど。で無事に倒すこともできただな。アンナさんは魔力の方が高くて成長もしているので、今後戦闘させるならばサンダーソードを装備された方がいいですね。剣道もサンダーソードは貴重だもんで使いどころと加入化時期も考えにあかんな。このマップの盗賊ですが今回は無視することにします。こいつが天使の衣を盗んでくのは普通に敵対だけどな。罪を覚悟したことは以前あるのでこの先ちょっと心配です。済んだらそん時はそん時だと思うだよ。まあそうですよね。それでも万が一罪状態になってしまった時は何かしらの声明は出しますね。で今だけども真ん中の部屋にジンバルサイドの集団を攻撃してるってくらいな。この集団を倒せばひとまず一段落です。また1足りないだ。今回のテーマは惜しいことが多くねえか。やはり力と速さが足りていないのでしょうね。想像以上にティアモが垂れてきてしまったわけです。まあクラスが合ってないのもあると思うだよ。ダークペガサスを終えたら多少なり向上するはずだに。しばしば長考した後勇者をリフレで倒し、バルキリアはロンプで倒すことにしました。恋で部屋の敵集団は全滅しただ。あとは陣形整えて敵の猛攻に備えるに。とはいえこのターンではロングボウの範囲に入らないように進軍するのと回復する程度のことしかできませんが、なんだいね。どうやらすでに解放軍が砦の中に侵入していたようですね。でもナンパ変だとか言われてるに。なんだこいつは。こいつもこいつで造形の主張が激しいだな。しかしこの女性どっちでしょう。まあとにかくこの人物の一斉で解放軍が寝返ってしまいましたよ。どういうことなんだこりゃ。砦の中にいたってのも寝返ったのもいまいち状況がつかめんに。ついでにこやつが女か男かってのもわからんな。マダム的な女性に見えますがステレオタイプないわゆるオカマのような話し方でもあり、どっちなんでしょうね。まあ敵将フェルスも話し方や姿から中性的な感じがしますが、彼女は職種がバルキュリアなので女性とわかりますね。このエクセライは賢者だからな。どっちとも言えるよな。話をストーリーに戻すと、どうも敵将もこの状況が分かってなかったらしいな。
そして解放軍の一部勢力を懐柔して裏切らせたみたいですね。こうした裏切って加入した場合はよほどの有能でなければ捨て駒や感触に追いやられるのがオチだと思うのですが、案の定血に兵なんて言われてるしな。デモフルスは脅したとも言ってるし、怪獣ではなく人質とか卑劣な手で従わせたかもしれんな。美しい戦場などありはしないというのはあながち間違ってないですね。そういうのは現場で戦う者が言うのなら理解できるけが、こういう野郎がいると腹立つな。すごい対照的な方々でしたね。戦いに名誉を重んじるやつと手段を選ばんやろっけ。向こうも案外一枚いいわちゃねえんだな。今回は一旦ここでお開きにします。ここまでご視聴ありがとうございます。あれ、そうなんけ。尺が長くなりすぎてしまいそうなんです。は、そっけ。じゃ、そういうこんだもんでのた次回、後半に続くってやつだな。高評価やチャンネル登録などもよろしくお願いしますね。それではさようなら。